と23。ブルブルテスターの工藤です。今日は、青森県の野牛漁港から出船して、3時半に出船して、今ちょうど6時半前くらいなので3時間ぐらい走って函館の餌沖に来てます。今日はブルブルの授業を使ってサクラマスを攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ先発はまず自分の中ではホルテンでいきたいと思います。餌沖って初めてのエリアなんですけど、ホルテンの糸立ちの良さを使ってまずどんな海の中でどんな感じで流れが効いているかとかっていうのをサーチしていきたいと思います。で、今の水深が、55メーターくらいで、下から20メーター上の35メータースタートでやってるんですけど、今のところ特に潮の変わり目とかは見つからないので、とりあえず35メーターから20メーターぐらいまで探っていきます。メインラインは P の 1.2 号で、リーダーはナイロンの30ポンドを使ってます。もしかしたらリーダーのナイロン30ポンドが周りの方より太いかもしれないんですけど、ジグの水切りを感じやすくさせるためにあまり太すぎず細すぎずっていうのを、自分の中で検証して、30ポンドが一番自分の中で水の中の流れを感知するのにちょうどいい号数なので、今はこのラインシステムで使ってます。23、4来た。33メーターマスかな。ちょっと可愛いサイズな感じが。マスですね。とりあえず1本目ちょっとヤマメサイズなんですけど、ちょっと出血もないのでリリースしちゃいます。はい、ありがとう。今年この餌沖を中心にマスがすごい釣れてるんですけど、マスもどうしても有限なので、ちっちゃいサイズはなるべくリリースしてあげるとこの釣りをもっと長く楽しめると思うので、あまり出血しない魚は早めにリリースするのがいいと思います。前の方で立て続けにマスが、25メーターから30メーターで上がってたので、さっき広く探ってたワンピッチからハーフピッチに変えて、でマスがいるレンジをより長く見せれるように誘ってきました。今も30メーターで当たりましたね。30メーター付近が今のところのマスがいる棚っぽいです。サクラマスは基本群れでいることが多いので、もう釣れたらみんなで棚を共有してそのいるレンジを誘うっていうところです。今22メーターでかかったんですけど、叩かないなけど重い。お、ゲストスケソウタラですね。ちょっと自分が普段やってる青森県の太平洋側ではいないことはないんですけど、あんまり見ないゲストなのでちょっと嬉しいですね。ちょっと食べ方わかんないのでリリースします。ちょっと上のレンジもサクラマスがいなくなっちゃったみたいな、ちょっと一旦50メーターぐらいまで落としてからしゃくり上げたいと思います。50。引き続きフォルテン 150g、 このカラーは、地元の
釣り具店の折からですね、私がちょっとマスの、今までの経験を生かして提案させていただいたからです。これでスタートしたいと思います。サクラマスジギングをしていて、自分の中で特に実績があるのがピンクとゼブラグローなんですけど、このカラーは、そんな自分の実績を全て入れた、欲張りカラーになってます。でけえ。ちょっと隣の方47メーターでトップサイズですね、かかってるので、ちょっと50メーターからしゃくってみたいと思います。これはマスっぽいですね。すっげえ叩く。すっげえダキダキする。いや、お、今日一じゃね。ポルテイン 150g、マッセイオリからで釣れました。下から、50メーターからしゃくってて、ずっとホッケばっかりだったんですけど、50、40、30くらいと上から誘ってたら、やっと今日1サイズ2キロアップですね。マスが連れてきてくれました。本日使ったタックルなんですけど、ロッドがブラックナックルの631、リールがカウンター付きのウェイトリールで、まずロッドなんですけど、同じブルーブルーのスタッフでも吉澤さんは、662押しで、私が、631押しなんですけど、まず吉澤さんと違って私構えるときに結構水平に近いような形で構えてまして、であまりこうぴょんぴょんジグを飛ばしすぎるよりは結構レンジを細かく刻んでいく釣りの方がメインとなってくるので、あまり私のその構えた位置で662でアクションさせてしまうとジグが暴れすぎてしまうので、私は一番パワーの631をメインに使ってます。で、リールはカウンター付きリールを使用しています。で、メインラインに水深によるマーキングがついているので、なくてもいいって言われるとなくてもいいんですけど、なんといってもマスは棚が大事なので、周りの人と共有する時もパッと見ですぐ分かるカウンター付きリールを使っています。使用しているラインシステムがメインが PE の 1.25 にリーダーがナイロンの30ポンドになります。で、去年まで P の1号にフロロカーボンの20ポンドを使ってジグの水抜けの良さを重視したラインシステムを使ってたんですけど、サクラマスジギング一番大事なのがレンジで、どこの棚にマスがいるかっていうのを、ある程度、レンジを探ってマスがいるレンジを当てるまでに、私はよくジグの潮抜けのいいところと悪いところを探すんですけど、サクラマスジギングをやっていると2枚以上3枚以上って船の下に、複数の流れができて、でその流れによって、例えばホッケのレンジですとかサクラマスのレンジっていうのが明確に分かれるので、大体その境目を狙って区別していくんですけど、この潮抜けの良さ悪さっていうところを見極めるために、昨年からラインを太くして分かりやすいような形で今の号数に落ち着きました。フォルテンからルアーチェンジして、コニファー 160g の逆付けでいきたいと思います。レンジが、30m から上の浅いレンジっていうのと、釣れる範囲もだいぶ 30m 前後って絞られてきたので、フォルテンとかよりも遅いんですけど、逆付けすることによって、糸の立ちやすいコニファーの逆付けで、マスがかかっている 30m 付近を
もっとゆっくり細かく探っていきたいと思います。自分の中のルアーローテーションはメインはフォルテンでテールヘビーで糸が立ちやすいので、どちらかというと上げ上げで、広くレンジを誘えるのでメインはフォルテンでスタートすることが多いです。で、フォルテンどうしてもテールヘビーなのでフォールが結構速いんですけど、マスジギングやってて、今日はフォールにしか反応しないようなフォールが強いジグで釣りたいような日はピンビットのトス釣りで使うことが多いです。と言ってたらコニファーで来ましたが、これもマスっぽいですね。よいしょ。これはまあまあサイズの、1キロあるかなくらいのサイズのマスが来てくれました。コニファー 160g の逆付けで1キロサイズのマス釣ることができました。最初フォルテンで探ってて 30m 前後でヒットレンジが決まってきたので、より多分ブルブルルアーの中で一番、細かく誘える、コニファーの逆付けでなんとか、今のヒットレンジ 30m 付近で、かけることができました。ちょっとジグを変えてみたいと思います。さっきまでコニファーの逆 160g の逆付けでやってたんですけど、ちょっと最初反応があったあまりコニファーの中でも飛ばしすぎない、どちらかというとピョンピョンさせるような誘いで当たってたんですけど、ちょっと当たりが遠のいて、今度コニファーをちょっとしゃくって割と飛ばすような使い方で探ってみたんですけど、それでもちょっとダメだったので、今度はちょっと今テスト中の、スピンビットマーク2 150g で朝一反応があった、ぴょんぴょんさせるような誘い方で、探っていきたいと思います。18m。おお、走るな。よいしょ。スピンビットマーク2の 150g で細かくちょんちょん誘ってたら、おっとっとっと、キープサイズ来てくれました。元気が良すぎる。今日のパターンどちらかというと、飛ばしてスローに誘うより、ジグをぴょんぴょんクイックに誘ってきた方がいいような感じがしてきています。お、やりました。はい。で、おお、食った23マスですね。すごいですね、このダギダギがすごい。ダギダギってリールがこの竿の叩きもあるんですけど、リール巻いてるところがなんかもうダギダギするんですよ。一応ありがとうございます。振って前の方で 30m と 22,3m でヒットしたってことだったので、40m からしゃくってたんですけど、30m からしゃくり始めてたら自分も 22m でヒットしました。結構マス特有のダギダギっていって竿を叩く
ファイトがすごかったです。今回青森の農志漁港から出船して北海道の江山沖でサクラマスジギングをしたんですけど、基本のフォルテンで、よりふわふわさせるために、コニファーの逆付けでフォールで釣るためにスピンビットマーク2を使用しました。でこれから、今3月の頭なんですけど、時期が進むにつれて他の地域でもサクラマスジギング盛り上がってくると思います。そういった場所でも、ジグの使い分けでレンジやアクションの違いを自分で確かめながらゲーム性の高いサクラマスジギングを楽しんでいっていただけたらと思います。